Are we just smaller versions of イケアの愛用品 a 用のウォールシェルフ。よいしょ。こうアクセントにして Are るのが、あ you と the 色もグレー、 rivers in your そうマスキングテープ veins で and カモ mine? フラージュ。 The で flakes 下に that 上げて become 水色で snow. 間口も結構広いから You コーヒー might 豆とか believe お that 菓子も残っ everything. た。Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome love, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen. こんにちは、えりこです。ここから話し始めてみます。今回は我が家で使っている IKEA の愛用品を15個ぐらい紹介したいと思います。で、今回も一緒に彼がいてくれてるので、はい、おしゃべり形式でお届けしていきます。はい、一緒におしゃべりしながら話していきましょう。結構うちのお家も割とこだわってる家具多いと思うけど、ちょこちょこ IKEA の家具とか IKEA の家具、アイテムとか多くて、でしかも馴染んでるよね。馴染んでる。1年のうちに多分4回ぐらい IKEA でパッと購入してるものがあるんだけど、それがこう点々とキッチンとかリビング下のスペースとかに散らばってるような感じで、収納をちょっと IKEA で使ってたりとか、っていう感じかな。なんかしかもあんまり、こう今までこう IKEA のアイテム見てこなかったんだけど、えりこちゃんと一緒になるまで。だけど改めて見るとIKEA のアイテムっておしゃれかもって思う結構多いよね。確かになんかシンプルでスタイリッシュなものも多いよね。あと何と言ってもお手頃、というかかゆいところに手が届くみたいな。そうね、俺近くだよね。そうなので家具系とかもそうだし、あとは小物とか消耗品系の本当にいつも使ってる買ってよかったなっていうものを紹介していくので、ぜひ最後まで見てみてください。では早速行っていきましょう。じゃあまず1つ目はこちらのウォールシェルフ、トゥルストルプっていうシリーズのシェルフです。これは数ヶ月前かな、春ぐらいに購入して愛用してるんですけど、ここが結構殺風景だった時に何か収納できるものないかなと思って購入しました。でこれが結構馴染んでて私たち気に入ってます。これかなり気に入ってるね。気に入ってるポイントとしては、収納力あるっていうことと、上の部分にいろいろ好きなものを飾れたりするのが使い勝手いいなっていうふうに思って気に入ってます。カレンダーめくり忘れてるね。昨日になってる。今日水曜日。これはオーストラリアの最初の時に食べたバナナです。バナナ？これバナナ。バナナだ。バナナ焼いたやつね。そう焼きバナナです。可愛かったから採用した。でこれはサイドが収納になっていて、こんな感じで普段見せたくないものをここにボンボンボンと収納してます。主にこっちはキッチン用品とか花瓶とか裁縫道具とか収納してて、こっちにはカードゲームとか文房具が体温計とかお薬とかそういうものを収納してます。その棚の高さっていうのも結構調節できるんだよね。そう
この真ん中は変えれないんだけど、こっちの左右のところはこう下に調整棚がついてるので、好きな高さで3つのエリアを決めれます。ここに無印の収納入れてるんだけど、この無印の収納がぴったり入るぐらいの高さで調整しました。いいね。結構収納力があっていい感じで、こう開け閉めもマグネットになってて、こうスムーズに開閉できるのもいいです。結構色味もさ、なんか真っ白っていうよりはちょっとグレーっぽい、グレージュみたいな、グレージュっぽい色で、それがなんか馴染んでいいよね。そう白じゃないのがいいよね。あとマットな質感になってて高級感があるというか、手頃な価格なんだけどなんか高級感がある見た目です。でもあれだよね、これ廃盤になっちゃったんでしょ。そうなの。さっき調べてたら生産終了になってて、多分 IKEA の公式だと買えないんじゃないかなと思う。あとは残ってる分だね。まだギリギリ在庫が残ってる店舗もあるかもしれなくない？ページがなかったの。そうなの？だから多分メルカリとかフリーマーケットとか何かしらそういうのじゃないと買えないかもしれないっていう。悲しい。かなり気に入ってたのにね。そうなの。おすすめしたかったんだけど、もし見かけたら買ってみてください。おすすめです。次はこちらの緑のランプです。これもこのキャビネットを買ったタイミングと同じく買ったんですけど、アクセントになってくれててすごく可愛いなと思って気に入ってます。光もねほわんとしてるから、なんか間接照明で過ごしたいなっていう時とか結構ぴったりだよね。ライトとして明るくするっていう機能としてはちょっと弱いんだけど、こうアクセントにしたいとかちょっと補助的に使いたいっていう感じだったらすごくいいなっていうふうに思います。つけるとこんな感じで、明るいからちょっと分かんないかもしれないんだけど、こうくるくるって回すと調光が少しできるので、抑えたければ暗いところで、明るいとこんな感じ。あと普通にさ、安いのがいいよね。それ1299円。安い。とっても安いね。そう見た目めちゃくちゃ高級感があるっていう感じではないけど、お部屋のアクセントにはなってくれるよね。そうアクセントになってくれる。で白黄色緑があるんだけど、緑が一番アクセントとしては使いやすいかなと思います。一時期結構在庫がなかったんだけど、最近は在庫もあるみたいなので、気になる方試してみてください。で次はこちらのテッサマンズの赤いライトです。これは去年の4月かな、の期間限定のシリーズなので、今はこちらも購入できないみたいなんですけど、一番お気に入りなので紹介をさせてください。これは我が家ではダイニングテーブルのすぐ後ろのシェルフの上に置いてるんですけど、一番ライトとしてはアクセントになってくれてて、我が家結構テラコッタ色のアクセントで揃えてるので、その色も結構自分のお家にぴったりだし、このなんか3段のシェードっていうのかな、が珍しくて、デザインとしてもすごく可愛いなっていうふうに思ってます。このねテッサマンズシリーズね、めちゃくちゃ可愛くて、大人気だったね。そうで、僕らがオーストラリアにいる時に発売開始しちゃったから、もう実家に送っておいたんだよね。そうオーストラリアでもう発売と同時にアクセスして、もう実家に、それぞれの実家にちょっと分けて送っておいて、去年の夏帰ってきた時に飾りました。でつけてみると、よいしょ、こんな感じで、さっきのライトよりはちゃんと明るさあるね。明るさある。このシェルフとちょうど色がぴったり。で IKEA は期間限定のシリーズを結構定期的にやってて、多分次の秋にも海外で発表されてる情報だと新しいシリーズで結構可愛いのが出る予定みたいなので、きっと日本にも来るんじゃないかなと期待してます。いや期待したいね。結構争奪戦になるんだよね。IKEA のその期間限定の可愛いシリーズは大人気なので、IKEA の公式のインスタとかをウォッチしてて逃さないように見てます。お手頃だからね。そうだね、お手頃で結構やっぱデザイナーとのコラボだから、おしゃれなものが多いなって感じ。アクセントで色取り入れたいとかの、なんか初めてにはやっぱ IKEA のそういうシリーズは使いやすいなっていうふうに思ってます。でさっきのテッサマンズシリーズの同じシリーズで、これがサイドテーブルです。
これも開くんだね。そうこういう感じで開くので、あんまり可愛いものは入ってないんだけど、こういう風に荷物を収納できます。一応、サイドテーブルとして使えるし、スツールとしても使えるんじゃないかな。なんか座れそうな感じはするね。座れそうな感じもするね。私たちは座る用途としては使ってないんだけど、でも座ろうと思えば座れそう。これも結構使い勝手いいというか、アクセントになるね。そうアクセントになるし、飾ったりできるし、収納もできるから重宝してます。これもなんかうちはさ、そのテッサマンズのやつとか、ライトとか含めてこうお部屋の隅と真ん中に散らばすようにこうテラコッタ色を入れてるよね。確かにポンポンポンみたいな、なんかそれがまとまりを出してくれてるような気がしてて、ちょっとそれがないとお部屋が寂しくなっちゃうような気がするね。そうここないとね、ここがちょっと寂しくなる感じがするよね。だからすごくいいアクセントだし、なんかそのウェーブも含めて、こうシェイプもね、確かにいいなって感じ。全部言っちゃったバッチリ、テッサマンズシリーズには助けられてます。で次はよいしょ、そんなところから出てくるじゃじゃん、木のテーブルというのかな、折りたたみのテーブルです。これは自分的にはめちゃくちゃベストバイで、多分5年前とか結構前からずっと家にある商品です。オーストラリアに行った時もさ、これ買って使ってたよね。覚えてる？使ってたかも。ベッドとかで作業する時に使うテーブルだよね。そうベッドでも結構作業してたんだけど、その時に使ってたりとか、今の我が家だとこの小上がりスペースのところのこのマットレスでなんか本読んだりとかする時に何かを置くようにこうサイドに置いたりとかして、使いたい時に出して使ってます。マットレスとかだったらこうやって置けるので、ここでちょっと書き物したりとか、だから便利だなっていうふうに思ってます。こういう感じで本を読んだりとか、やっぱデスクだけじゃなくて、ここでもちょっと憩いのスペースが作れるっていうのはいいよね。書き物したりとか。私なんかずっと置いてあるとちょっと邪魔になっちゃう時とかもあるから、好きな時にこう折りたたんでしまってて、好きな時に取り出すみたいな風に使えるから、コンパクトに収納できるのもいいなっていう風に思います。素晴らしい。そう素晴らしい。これおすすめです。次はこちらのアートフレームです。でここに3枚アートが飾ってあるんですけど、この2枚が同じシリーズで、この1枚がまた違ったポスターフレームです。ちょっと分厚いタイプだね。そうここの厚みがあるタイプです。ポスターってパッと欲しいなっていう時に買ったのはいいけど、どうやって飾ろうっていう風に悩む時が多くて、そういう時に IKEA でパッとささっと買えるのはいいなっていう風に思っていつも使ってます。ポスターフレームをね。そうポスターフレームを。なんかしかもさ、壁掛けのやつも IKEA のやつじゃなかったっけ？あこれ？そうそう。そうこれも激推ししたい。この粘着フックが、もうすっごくおすすめで、賃貸とかで壁にこう穴開けたくないみたいな方にはすごくおすすめできます。ペタッとこう貼って、最後こう持ってこうギューッとやると原状回復できるようなフックなので、これを我が家ではだいたい使ってるよね。そうだね。本当に剥がせる両面テープみたいなのがついてて、それで元通りになりますよっていうやつだね。そうこれでこんな感じでいつも飾ってます。ポンポンポンと好きなアート飾るだけで、あとちょっと目線が上に行くと、やっぱりなんか雰囲気が出るよね、お部屋に。それはあるかも。ここにアートなかったらちょっと寂しいしね。でポスターもさ、ちゃんと買ったら費用かかっちゃうから、なるべくそのフレームはシンプルなもので抑えられたらいいなみたいなのもあって、結構重宝してます。で次はこちらのキャビネットです。これはリックスフルトっていうシリーズのキャビネットです。これはねすごく気に入ってて、今デスクのスペースの自分のデスクの横にちょうど置いて収納として使ってるんですけど、これもさっきのキャビネット同様同じようなスチール素材になってて、で上にちょっと飾るスペースがあるので、カレンダーを飾ったりとか
お花飾ったりとか、そんな感じで飾り棚としても使ってます。これしかもさ、あれだよね、2段で2個使ってんだよね。そう一つの棚として売っていて、ここからこう何段もこう積み重ねられるというか、くっつけていけるタイプのもので、今縦に使ってるんだけど横にもつなげられたりとか、テレビのサイドボードみたいな感じで使ったりとか、そういう使い勝手いいのめちゃくちゃいいなと思ってます。あと色もグレー、これはライトグレーみたいな感じなんだけど、上のさっきのシェルフとはちょっとだけ違う？上はベージュじゃん、どっちかというと。そっか、もう少しじゃあホワイトに近いというか、黄みがかってない感じなんだね。ライトグレーって感じ。私のお気に入りはここです。どういうこと？この取っ手。なんか取っ手がなんかプンってなってて可愛い。でもう一つ可愛いと思ってるのが、この2段にするとなんていうの、互い違い？取っ手の位置がこことここの位置がちょっとびっこになってて、それも可愛いなと思います。びっこ。何これ方言？方言ですね。びっこ。ちょっとずれてるんだね。そう、ずれてます。ずれてるのが可愛いなと思います。で、これもさっきと同じ感じで、同じくこう開閉しやすい感じになってて、こんな感じで文房具とかノートとかカメラとかそういったものをボンボンと収納してます。ここに何を置こうかってすごい迷ってたからさ、ちょうどぴったりサイズの、なんていうの、そうシンデレラフィットだね。そうシンデレラフィットのキャビネットを見つけられて、私は嬉しい。だからなんだろうな、スタイリッシュなキャビネットを探してる人、これが結構いいんじゃないかなと思います。私が持ってるものがカラフルな色とかのものが多いので、キャビネットはシンプルな色にしたいなっていうふうに思っていて、なんでこれがグレーなので、これピンクとかオレンジとか青とか置いてても入るから、それもいいなっていうふうに思います。おすすめで、次はこちらのライトです。名前忘れちゃった。ドーナツライトです。いや、一時期さ、すごい人気だったよね。ね、これすっごい人気だった時が2年前とかかな。そう、もうずっと完売してて、多分オーストラリア行った時に気になってて買おうとしたんだけど、ずっと在庫切れで買えなかったよね。最近はなんか買えるようになってそうなそうそうそう感じがするね。ベッドルームのサイドに置いてます。ここベッドルームは結構シンプルな感じのインテリアに今なってるので、結構アクセントとして映えてて、私は気に入ってます。そこもさ、コンクリートの壁だから、さっきのIKEA の両面テープのやつが、なんていうの、活躍してくれてるよね。そう、さっきのペタって貼るやつが活躍してるんだけど、これは一つ問題があって、だから近寄ると分かっちゃうんだけど、実はここに銀色のマスキングテープを上から貼ってカモフラージュしてます。あ、本当だ。知らなかった。知らなかった。知らなかった。違う粘着フックとかを試したんだけど、うまくいかなくて取れちゃったり、なんか耐荷重がうまくいかなくて取れちゃったりとかして、これじゃなきゃダメかってなって、そうマスキングテープでカモフラージュしてます。本当だね。まあ不格好にはなっちゃうんだけど、でもだいぶ目立たなくなった。気づかないぐらいだし。そのライトはあれだね、壁掛けもできるし、棚にオープンシェルフとかに置くっていうのもできるから。そうそう、こんな感じで横置きにね。そう、横置きにもできるので、さっきのキャビネットの上に置いたりとか、そういう感じでも使えます。そっちの方がもしかしたらコードがね見えないから、確かにいいかもしれないなとは思うけど、でも壁掛けは可愛いよね。壁掛け可愛い。でこれは夜になるとアレクサにお願いしてつけてもらうようになってます。コンセントにねスマートプラグをつけていて、夜モードみたいな感じで言うとつくように設定しています。でちょっとさっき下で紹介し忘れちゃったんですけど、私がちょっとどうしても紹介したいのがこの枕です。枕すごい、それが大好きだよね。そう大好き。なんかもっといい枕世の中にはありそうなんだけど、IKEA の枕が大好きだよね。そう IKEA の枕が大好きすぎて、これも5年ぐらい同じ枕を使ってる気がする。オーストラリアでもわざわざそれを買って、そうだね、その前も自分の家でこれを使ってて、帰ってきてからも同じ枕を買いました。
なんかねこの硬さが本当にちょうどいいの。なんていうの、しっかりしてるの。私はなんか低反発枕っていうよりはある程度ちょっと高さがあってちゃんとこう沈むんだけど柔らかすぎないみたいな枕が好きで、その願いを叶えてくれてるのがこの枕枕カバーは？枕カバーはテクラっていうブランドの枕カバーです。IKEA もさ、何種類か枕あるじゃん。確か3、4種類。いやもっとある。もっとあるんだ。もっとあると思う。でもなんかそれの中の一番いいやつだっけ？そう、ベリベンっていう枕のシリーズで6999円。今見たら 50×60 で普通に大きめっていうのかな。ちょっと大きめサイズだね。そう、多分サイズもねこれぐらいが私好きで、そうこれ大好き本当に確か毎回言ってるえりこちゃん。そう、これだと安心して寝れるの。なんか守られてる感じがして首が。結構僕も何度か、枕を買ってえりこちゃんに与えっていうのをやってるんですけどなんか一向にこの IKEA の枕から離れない。なんでかわかんないんだけど、なんだろうね。そう安心しきっちゃってて、これがしっくりきてる。まあでも自分にとっていい枕を見つけれるのはいいことだよね。まあ、もしかしたら他にもあるのかもしれないけど世の中にはでもそこまでの旅に出なくてもこれで満足してます私は。で次はこちらの収納ボックスです。クッキスっていうシリーズのボックスです。シンプルだね。そう本当にシンプル。ただただシンプルです。でも蓋があるのがいいなっていうふうに思ってて、何を収納してるかというと彼のガジェット類、僕のマイクとか、そうマイクとかちっちゃいカメラとかそういうのがリビングにポンポンって置いてるとえりこちゃんに怒られてしまうので、そうです、そこにしまってます。そうここにとりあえずボックスみたいな感じでなんかバーって片付いてないやつを入れればいいよみたいなのを作るために購入しました。まあ溢れちゃうんだけどねそれちなみにさ、大きさはそれ以外にもあるの？そうだね、もっと大きな32センチ×の正方形のサイズとか、この高さが違うとか、結構たくさんある。そうなんだ。大きさなんか何種類もある。ここがグレー、白、カーキ色で、サイズとかものによってこのなんていうんだろう、ちょっとブラウンみたいな。それがカーキ色か。そうそうそう。じゃあ3つだ。3つパターンがあって、で蓋も同じ色と、あと木の蓋がある。木の蓋もなんかいい感じにおしゃれそうだね。木の蓋もいいよね。シンプルで本当にシンプル。それ以上言うことはないですっていうなるべく主張してほしくなかったから主張しなさそうなシンプルな収納ボックスを購入して、そういうものが欲しければいいんじゃないかな。で収納関連で言うと、よいしょ、こちらの木のボックス、ちょっと今布で隠してるんですけど、この木のボックスもこれも5年間ぐらいなんだかんだ使ってます。クナックリグっていうシリーズで、これが一番大きなサイズなんだけど、大中小みたいな3パターンぐらいサイズを選べて、そう小さいサイズだと全然なんだろう、さっきのオープンシェルフに入るぐらいのサイズのやつとかもあります。もう完全に我が家はあれだね、ボードゲームボックスだね。そう、私がこれを使ってるのはこの今リビングでボードゲームを収納するのに使ってるのと、あと下の洗面所の下にバスタオルを収納するボックスとして使っている、2つかな主に。アタッチメント買ったら、キャスターをつけれるんじゃなかったっけ？キャスターつけれる。ちょっとね組み立てが大変なのがデメリットではあって、安いんだけど組み立てが大変。板がそれぞれあって、もう普通にドライバーで。ドライバーだっけ？打ち付けるんじゃなかったっけ？トンカチじゃない？ドライバーだっけ？あ、そっか。そうそう、トンカチは大変木のボックスって意外と見つけるの難しくて、本当の木、こう合板とかじゃなくて本当の木だから、なんだろう、安っぽく見えないし、でもお手頃価格で、リビングとかそういう見えるところに置いといても全然馴染むというか違和感がなくいてくれるので、それが気に入ってて、で今こう結構なんかボードゲームボンボンって置いちゃってるので、この布で今隠してます。その布もなんだっけ、飲みの市で買ったやつよね。そう、飲みの市でアルテックの布を買いました。ちょうどよく目隠しになるので
こんな感じで置いてます。おすすめです、これも。で次はこちらの延長コードです。スコタットっていうシリーズ、ちょっと読み方が合ってるか。これも春ぐらいに購入したんですけど、すごくお気に入りで、我が家には3つぐらいこの延長コードがあって、だいたい延長コードはこれに統一してるよね。うん、これって新しいシリーズ？うん、新しいシリーズ、春ぐらいの。すごく便利ね、気に入ってる？いや結構気に入ってる。その角に置けるっていうのもいいし、あとはコンセントと USB-C のポートがあるから、そうなんだよね。それがすごく便利。 USB-C のポートがここにあって、でコンセント3つついてるので iPad とかその iPhone は普通にここからつないで充電できるから、プラグいらないのがありがたかったりするよね。ありがたい。そう MacBook とかもね。で何よりこれを買った理由は、見えるところに置いてても可愛いからいいなっていうふうに思って、これ実は海外で発売してて、日本で生産してない時から注目をしてて、日本にも来たら絶対すぐ買おうって思って売ってて、4月ぐらいに行ったら即購入しました。ついつい3つ買っちゃったもんね。売ってると思って嬉しくなって3つ購入しました。なんかね、縦にこういう風に置くこともできるんだって。デスクの上とかにこう縦置きとかで飾ることもできるので、横でも縦でも使えます。絶妙な、なんだアイスブルーみたいな色かな、くすみカラーみたいな色合いも可愛くて、三角形も珍しくて、なかなかない気がします、こういう延長コードって。そうだね。で最後はキッチングッズです。実用性というか、日々使ってる使いやすいものを紹介します。どれからいこうかな。まずこれ。よく使ってるね、それは。これはもうめちゃくちゃ使ってる一番使ってると思う。かもしれない。まずはイスタットっていうシリーズのフリーザーバッグです。みんなおなじみというか、 IKEA といえばみたいな商品だとは思うんだけど、私も例に漏れずめちゃくちゃ使ってて、大きさも結構大きめサイズから、この一番小さいサイズ、ちょうどこれあるんだけど、これぐらいの小さいサイズのものまで結構ストックしてて、何かあった時に、そういえばこれがこのフリーザーバッグに入れればいいやと思って、なんか旅行に行く時とか何か保存する時とか、そういう時に重宝してます。例えばね、使い方として私はこういう砕いたナッツとかの保管、アサイーボールとかに使ってるよね。アサイーボールの、アサイーボールの上にかけるナッツをまとめて砕いておいて入れてたりとか、きゅうりの浅漬けを作る時に使ったりとか、こういうお味噌汁とかそういう長期保存するものを保存してたりとか、旅行行く時の洗剤とかそういったものを入れたりするのに大体使ってます。ポーチとかにも入れるんだけど、なんか汚れちゃったりとか濡れちゃったりとかすると心配だなっていう時は大体これに入れて持ってってます。あとはうちだったらフィルムカメラのフィルムとかね、確かにそういうのにも使ってるね。旅行の時結構大活躍する、余分に持ってったら意外と使う時が来たりとか、かさばらないしね。そう IKEA のフリーザーパックのいいところは柄が可愛いっていうところだよね。いろんな種類がある。これとか結構シンプルな柄だけど、これレモンだったりとか、こんな感じでなんかストックがたくさんあります。水色も緑、黄色、お花柄とか、あとこれは渋谷店限定。これ渋谷店限定で、原宿、渋谷、新宿でそれぞれ柄が違う。へー、街の地図みたいになってるんだ。ハチ公とか、渋谷店限定なんだと思って買ったりしてました。あとはさ、1箱に2種類の大きさが入ってるのもいいよね。この白と黒で大きさが違うので、なんかお得感あるよね。お得感ある。次はこちらの米びつです。IKEA365 プラスっていうシリーズの米びつです。これはずっと使ってて、シンプルでいつもキッチンの上のところに置いておくんだけど、瓶で中身が見えるし、なんか蓋が木で普通におしゃれだなっていう風に思って使ってます。外に出しっぱで全然いい感じなのがいいね。でここもこうパカッと開けやすい。で間口も結構広いから出し入れとかも結構しやすくて使い勝手いいです。でもそのシリーズね、結構なんかおしゃれだし、いろんな小物を分けるのに使えそうだよね。保存瓶とか、保存容器とか、たくさんいろいろあって、このシリーズ良さそうだよね。で次はこちらのリンニングっていうシリーズのキッチンクロスです。
キッチンクロスはもう IKEA のこのシリーズで統一をしていて、この緑の方、これが同じセット、4つのセットになってて、もう1つあるんですけど、このセットと、あと白黒のチェックとかボーダーの柄が4つまとまったセット、2つ購入して使ってます。500円ぐらいで買えるので安いのと、あとは結構質感とかも食器拭くのに使いやすくて、なんか洗ったりとかもしやすくて、柄もシンプルで可愛いので使い勝手いいなと思って気に入ってます。次はこのクリップです。コーヒー豆とかお菓子の残った袋とか、そういうのを閉じる時に使っています。袋を留める時に使ってて、使いやすいし、いろんな色があって選ぶの楽しいです。私たちはこの黄色と黒の4つセットみたいなのを購入して使ってます。なんか何かとね、パッとこれに使ってますっていうのが思い浮かぶわけではないんだけど、なんか定期的にこれあったらなっていうシーン訪れるよね。そう、こういうのはね、今だみたいなのがたまに訪れるから、そうなんだよね。そう、1個うちに持っておくと何かの時に便利っていうもの、これはおすすめです。はい。で最後はオンボナードっていうシリーズのワイングラスです。これもオーストラリアにいた時から使ってて、再び日本に帰ってきてから気に入ってて買ったよね。そうね、僕はかなり気に入ってます。このコリンズグラスっぽい見た目。コリンズグラスって何？コリンズグラスっていう形なのこれ。あ、そうなんだ。トム・コリンズだったかなっていうカクテルかなんかを入れる時のグラスなんだよね。詳しい。バーテンですから元。でもなんかすごくいい形な上に容量が多いというか、容量多いのがいいよね。嬉しい。500ぐらい入るんじゃないかな。入るとかな。350は入るか。ビール缶全然入るわ。だから350は全然入るんだよ。私は普段使いするならこれぐらいの大きさがちょっと飲みたいなっていう時にちょうどいいかなっていうふうに思うんだけど、1時間2時間ミーティングする時にお水飲みたいなっていう時とか、もうグイッと飲みたい、お水を飲みたいみたいな時にこれだとすぐ飲み干しちゃうから、そういう時にこっちのグラスだとグビグビ飲みたい時にちょうどいい大きさなので、それで重宝してます。あとは2人で飲み物シェアする時とかね。確かに4つセットになってるので、なんか新生活とか引っ越した時にとりあえずグラス買いたいっていう時とかも結構いいかも。これおすすめで、最後リストっていうか、その紹介するものに含めてなかったんですけど、そういえばと思ったのがこのクッションよくよく考えると結構 IKEA で揃えてます。これとかはもうクッションカバーとかつけずにもこれごとやられてるものなんですけど、これ白とあとオレンジ、こんな感じで2つ色違いで持ってるのと、あとこれも中身も IKEA のものだった気がするな。そうだよね。中身も IKEA で、このカバーもこれは IKEA です。たまに IKEA じゃないクッションカバーも使ったりするんですけど、ソファーとかさ、そのまま置いてあるとちょっと寂しいけど、ブランケットかけてあげたりとか、クッションがあるとアクセントになるじゃん。で結構 IKEA それ系多いから、ブランケットもアクセントも種類が、だから種類多いから、いっぱいの種類の中からこれっていうものを結構選びやすいかなって思うね。カラーバリエーションがたくさんあるし、本当にクッションのコーナーとか行くともうずらーっといろんなクッションが売ってて、ブランケットもいろんな色が結構揃ってるので、お手頃価格なので選びやすいかもしれない、 IKEA は。そうだね。あと季節によって変えてることもあるよね。私たちも季節によって変えてる。やっぱりその夏だとモコモコしたのは暑いなっていうイメージになっちゃうから、そういう時はクッションカバー入れ替えたりとか、ブランケットの素材をモコモコしてるのからちょっと薄手のものに変えてみたりとか。 IKEA は結構どっちも、冬はモコモコシリーズが売ってたり、夏は薄手のものが売ってたりとか、ちゃんと揃ってるので、一旦チェックしに行くのいいんじゃないかなと思います。そんな感じですね。でそんな感じで IKEA の我が家の愛用品紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。逆に持ってるものでこういうの愛用してますとかおすすめですみたいな IKEA の商品があったら、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。あとみんながどういうもの持ってるのか、うちと同じですみたいなのとか教えてほしいよね。確かにそういうのをコメントでもらえると嬉しいです。最後まで動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。痛い
りとかなんか思ったことをなんか一言メモみたいな感じで